はい、どうもこんばんは。オーバーロードの考察をしております、ぬこにと申します。よろしくお願いいたします。ということで、今回は第5話、ね、2人の冒険者というタイトルですけども、こちらのね、考察をしていこうと思います。まあ、冒頭のこのシーンなんですけど、5話のね、もうモモンガが、アインズが伝えてるわけですよね。アルベドのそのアインズを愛してるっていう感情は、アインズがそのね転生される前に設定を書き換えましたよね。まあこのオーバーロードの考察の4話、概要欄に貼っときますけど、そこで詳しく、やってますけど、そこでね、モモンガを愛しているっていう設定を変えてしまうんですよね。設定の全部載せてますけど、ね、そこで変えてしまって、まあ、アルベドの、まあ、人格じゃないですけどね、設定を歪めてしまうわけです。でも、まあ、ね、その設定を忠実に再現しているのか、その転生後の感情があるのかどうかはわからないですけども、まあね、そこのとこで、アインズを愛していることに変わりはないと。だからよろしいんじゃないでしょうかっていうことをね、3回言うと。大事なことなので3回言いましたね。ね。なんで、まあ、アインズもタジタジですけども、まあね、アルベドのこの愛は真実。まあ、ねじ曲げられた上での真実の愛ということで、いいんじゃないでしょうか。よろしいんじゃないでしょうか。ということですね。もう、アルベドはそれでいいみたいなんで、もうね、アインズとしても、もう受け入れるしかないかなと。受け入れるというかね、もう、なんと言おうがもうアインズを愛しているんでね、まあ、しょうがないことなのかもしれないですね。まあ、実に面白いシーンではありますね。はい。じゃあ次のシーンですね。早速ですけども、次のシーンいきますね。はい。じゃあ次のシーンはこちらになります。はい。それでは続いてこちらのシーンになりますね。冒険者、アイアンの冒険者ですね。鉄球冒険者のブリタさんと、まあ、一悶着あるわけですけども、まあ、完全にアインズが悪いっちゃ悪いんですけど、ね、ブリタが大切にしてた、ようやく手に入れたポーションを割ってしまうというシーンですね。で、そこの割ってしまったことはアインズが悪いんですよ。アインズが悪いけども、そこに詰めかかるブリタに切れた、ナーベラルが切りかかろうとするわけですよ。で、それを止めるために、その場しのぎでとりあえず渡したポーションなんですよね。まあまあまあ、これでなんとかしてくれや、みたいな。で、アインズはまだこの世界のこと何も分かってないんで、このポーションがいかに貴重だっていうこと、貴重というか、このポーションがありえないっていう存在だっていうことを知らないで渡しちゃったんですよね。なんで、全ては辻褄合わせなんですけど、まあそのシーンもね、後にアニメで描かれてますけど、だから、このシーンがいろんなフラグになってくんですよね。ブリタにこの赤いポーションを渡したことが、この後に起こるいろんな出来事のフラグになるわけですよ。ね。まあ、シャルティアとブリタが出会って、ブリタがこのポーションを投げるフラグでもあるし、ね、後にルプスレギナを起こる時が来るんですけど、そこで、なんで渡したかっていうことで、まあ、このポーションを渡すことでウンフィーリアにどうせ持っていくでしょ、そのウンフィーリアがクスシだから、そのつながりができるでしょみたいなね。すごいフラグになるんですよね。だからね、ここのフラグ回収がよくできてるなっていうのは、まあ、感心しかないですよね。ね。ブリタっていうのは本当にこれちょい役で、一期で、まあちょっと目立つキャラクターになってますけど、後にね、まあ死にはしないけど、もう全然出てこないキャラになるんで、このフラグのために出てきたようなキャラクターと言っても過言じゃないですね。まあ本当によくできてます、フラグがね。はい。じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンはこちらですね。冒険者として実績を積み、ミスリルやオリハルコン、最上級のアダマンタイトのプレート持ちになれば、それに見合った仕事が回され、得られる情報も有益なものが多くなるだろう。はい。じゃあ次はこちらのシーンですね。まあ、アインズはモモンになって、なんでこの、まあ、外の世界というかね、ナザリクを出てきてるかっていうと、一番は情報収集ですよね。情報収集のために冒険者のふりをして、まあ、内情を探ろうっていうわけで、ナーベラルと一緒に来てるんですね。で、まあ、ナーベラルが全然慣れなくて、いつまでもモモン様って言いそうになっちゃうんですね。モモン
が様、アインズ様が抜けないんですよね。だから、もう、なんていうんですか、ナーベラルはポンコツなんですよ。一切外交業務ができないポンコツなんですよ。だから、もうアインズが目を、ね、見張ってないと何するか分かんないですね。もう簡単に人なんて殺しちゃうような、人物なんで、人物っていうか人じゃないんですけど。ね。なんで、もう、だから、その辺で、下手すりゃナンパでもされた日には多分殺しちゃうでしょうね、人間なんて。そういう危うさを持ってるんで、まあ、一緒に行動してたのは良かったのかなっていうところですね。他の、ね、プレイヤーデスのメンバーはわりかし人間とうまくやるんですけど、もうナーベラルだけはダメですって全然うまくできなくて。ね。まあそういうこともあるんですけど、はい、ちょっと話それましたけど、まあね、そうやって情報収集の名目でまあ来てまして、この、転移した世界には冒険者組合っていうものがありましてね。で、まあ皆さんもうご存知だと思うんですけど、まあ冒険者に属すると、まずはカッパ、まあ銅ですね。カッパから始まって、報酬に応じて、ランクとか難易度に応じてランクが定められてるんですけど、合計8ですね。8種類の、冒険者のランクに分けられます。で、そのプレートの見れば、その冒険者がどのランクか分かるんですよ。で、そのランクがもう強さに直結してるんで、まあ中にはね、ランクをあえて上げなかったりとかする冒険者もいるみたいですけど、まあね、大体は、まあ力と名声が上がっていくんで、それに伴って難易度も上がっていくんで、大体実力と、まあ、見合った、ね、ランクに分かれてるわけですよね。で、一番弱い、最初の、弱いっていうか、まあ、実力がどんなんであっても、最初はカッパーから始まりますんで、モモはまずはカッパー、銅の冒険者から始まってます。ね。例えば、アダマンタイトになる実力を持っていてもカッパーから始まるんで、カッパーっていうのは、もしかしたら強い冒険者である可能性だってあるわけですよね。結構強ければトントンってもう何段飛ばしでどんどん上がっていっちゃうんで、ランクっていうのはね。そういうことになってます。はい。で、カッパーから始まりまして、アイアンですね。アイアン。まあ、鉄球冒険者ですね。で、次がシルバー。銀ですね。銀球冒険者。で、次が金、ゴールドですね。金球冒険者、ゴールド。で、次が、白金、プラチナ。ですね。プラチナ、白金級冒険者。で、次はミスリル。ミスリルはもうミスリなんですよ。ミスリル級冒険者。で、その上がオリハルコン。オリハルコン級冒険者。で、最上級がアダマンタイト。アダマンタイト級冒険者になってますね。ゆくゆくはモモンとナーベがたどり着くのがこのアダマンタイト級ですね。アダマンタイト級は本当にもう英雄級の強さと言われてますね。まあ、人類の守り手なんて言われちゃってね、とても強いと言われている冒険者ですね。なろうと思ってなれるもんでもないということです。まあもうオリハルコンですら、もう本当に強い冒険者でなかなかなれない、っていうところになってますね。まあ第3位回魔法が使える時点で、もうプラチナレベルなんで、ね。まあその時点でもうそこまで到達できる人はほぼわずかということになってます。なんで、この第5話で、ナーベは第3回魔法を使えるぞっていうと、周囲がざわつくわけですよ。まさかそんなはずあんのかみたいな。カッパがみたいな。なんでかっていうと、第3回魔法が使える時点でプラチナ級の実力があるからなんですよね。それはざわつきますよね。で、プラチナ級以上っていうのは冒険者全部集めてきた中で 20% ほどしかなれないらしいんですよ。なんで驚きが増すわけですよね。20% ですよ。ね。10人に2人ほどしかプラチナ以上にはなれないんですから。ね。ということはもうアダマンタイトなんて 1% か 1% 未満っていうところじゃないですか。1% もないか。0. 何%とかそういうレベルじゃないですかね。アダマンタイトなんて。ね。で、作中に出てくるアダマンタイトも、まあ、名前だけとかね、はありますけども、わずかです。ね。もともとまあ数が少ないんでしょう。ただ、アダマンタイト級冒険者はその分やっぱ目立ちますよね。まあ、そりゃそうですよね。強いんで出てくる機会も、
上がるってもんですね。ちなみにさっき出てきたブリタさんはアイアン級冒険者で、漆黒の剣とこの後行動を共にするわけですけども、漆黒の剣は、シルバー級ですね。銀級冒険者ということになっております。はい。ということで、じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンはこちらですね。はい。ということで、こちらが、ニーヤさんですけども、ニーヤについてはね、オープニング、アニメの1期のオープニングの考察もしてますんで、そちらでちょっと結構もう語っちゃってるんですけど、改めて、補修しますと、ニーヤの本名ですけど、本名はですね、セリーシア・ベイロンって言いまして、偽名を名乗ってるわけです。で、偽名を名乗るにも、いろいろ理由があって、ぜひね、私のオープニングの考察見てもらえばね、そこで結構もう語ってるんで、ね、男性のチームの中で女性が1人入るっていうのはうまくいかないんですよね。そこであえて偽名を名乗ってるわけです。なんで、偽名を名乗ってるっていうことは、このね、ニニャは、男と思われたくてですね、女と見られたくなくて、ニニャって名乗ってます。ニニャもなんか女っぽい名前だけどね。ね、本当はセリーシャ・ベイロンって言います。で、姉がツアーレなんですよね。後に判明しますけど、姉がツアーレで、正体も隠してたっていうことも後に分かります。ね。で、今、見ていただいた通り、ね、タレント文字なんですよね。タレントっていうのはもう説明してますけどね、この世界特有の能力で、生まれついて持った能力をタレントって言います。いろんなタレントがありまして、で、あんまり役に立たないタレントから、有能なタレントまであるわけですね。以前2軍のタレントについてもちょっと触れましたけど、ね、このニニャは、セリーシャは、魔法適正っていうタレントを持ってまして、ね、魔法の習熟が非常に早いわけです。今言ってましたよね。8年がかりが4年で覚えられるっていうことで、普通だったら、ね、例えばね、4年かかる魔法を習得するのに、4年かかる魔法を2年で、8年かかる魔法を4年で、習得できるんですよ。これはね、この世界で言ったら偉いことで、しかも、魔法の才能なければ意味ないんですけど、魔法の才能もこの2年はあったんですね。なんで、この後、もうネタバレ言ってしまいますけど、この後、残念ながら、お亡くなりになりますけども、もし死んでなければ、フールーダレベルのところまでいけるはずだったんですよ。まだ若いですしね。ね、10年後、20年後、かなり、それこそアダマンタイト級レベルまで上り詰められるはずだったんですよね。いや、だから、それが分かってるゆえに、ちょっと、悲しいと言いますか、残念ではならないわけですけども、しょうがないと言いますかね、運命であったと言いますか、ね、残念ではありますけど、ね、そういうタレントを持って秘めた実力があったという女性ですね。で、姉がね、貴族に、ツアレのことですけど、ツアレが貴族にさらわれたことで、貴族を憎んでいるんです。で、その復讐を胸に秘めているわけですけども、ね、果たせずに、亡くなりますけども、ところがね、ここでアインズと会ってますよね。で、後にツアレもアインズと会うことで、ツアレは救われるわけです。なんで、決してね、無駄な死ではないのかなと思いますね。もしかしたらこの後、亡くなるシーンありますけど、そこもちょっと触れるかもしれないですね。はい。ということで、悲しい、運命を背負っている女性ではありますね。はい。じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンはこちらです。はい。ということで次のシーンはこちらですね。続きのシーンですけど、ムヒーレやバレアレですね。この人物もね、後々結構鍵を握る人物になってきますけども、今、さっきニニャの話で出たタレント持ち、このバレアレ氏もタレント持ちなんですよね。うん。で、有名人なんですよね、もう。だから、誰もが知ってるわけですよ。
何の相手でも使えるタレント持ちだってことは。だから、それがいかに危険なことかっていうことを、本当はね、もっと警戒するべきだったんですけど、まあ、よってね、この後さらわれてしまうことになるわけですね。クレマンティーヌによってね。で、その危険性は、もうすぐ、気づくわけです。ナーベラルも、もちろんアインズもね。なんでかっていうと、自分たちが有している、普段だったら使えないアイテムも、ね、強力なアイテムも、この人物だったら使えてしまうということなんですよ。どんなに弱い相手であろうと、このンフィーレアさえ操ってしまえば、使えてしまうということですね。どんな凶悪なアイテムをも。ナザリックを危機に貶めるアイテムがあったとしても、それを使えてしまうということなんですよ。それがいかに危険かということですね。で、それを所持してない証拠がないということですよ。ね。なんで、ここでいろいろフラグが立ってるわけですね。もうバン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 。この序盤でもうフラグ立ちまくりなんですよ。なんでね、何も知らないで一気こうやって見てるとよくわかんないところも、そういうね、事情を分かって見るとまた面白いですよね。後に起こること全部分かった上で見ると、また面白いシーンになっていたりします。はい。ということで、じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンもまた続きになりますけど、こちらになります。考えなしに行動するな。はい、次こちらのシーンです。はい、この1枚絵見てください。これね、スローで再生しないとわかんないですよ、これ。一瞬だけこんなミッフィーみたいな口になってんですね、ナーベラルは。まあ、思わず警戒して剣を抜こうとするナーベラルですけど、さっき話したタレントの警戒するべき人物ですって言った人物が目の前に現れたもんで、アインズを守ろうとして剣を抜くわけですよね。抜こうとするわけですけども、そこをアインズにボーンってチョップされるわけですよ。まあ、可愛らしいシーンではありますけど、珍しいですよね。ナーベラルがこんな可愛い表情してるシーンってあんまりないんですよ。なんせ普段冷静、クールなんで、ね。で、ナーベラルをチョップできるのなんて、まあ、ね、階層守護者でもしないんじゃないですかね。まあ、アインズぐらいじゃないですかね、ナーベラルチョップするのなんて。なんで、貴重なシーンですよ。で、この絵ね、さっきも言いましたけど、この絵はもうこうやってスローで再生しないと出てこない絵なんで、すごい可愛いミッフィーナーベとでも名付けましょうか。何言ってるのかよくわかんないですけど、ね、可愛らしいナーベが見れる数少ない貴重なシーンです。で、まあ、スローじゃなくて普通で見ると、まあ、こんな表情ですよね。こんな表情が一般的じゃないですか。このシーンはまあ有名というか、この絵は有名だと思うんですけど、ミッフィー口はちょっと知らなかったですね。これスローで見てみるまで分かんなかったですね。いやー、いいですね。参考になります。ためになりますね。ね、可愛らしいでしょ。可愛いんですよ、ナーベラル。実は可愛らしいシーンもあるんですよ。もう一丁いきますか。もう一つ表情ね。はい、可愛い。はい、可愛いね。あんまりないですよ、ナーベラルのこういう表情って。みたいな、怒られて拗ねてる子供みたいな表情してますけど、あんまりないんですよ、こういうナーベラルの表情って。あんまりってもうなかったっけぐらいな。貴重な絵ですね。アインズにチョップされてるね、ナーベラルはシュールですね。すごい、貴重な絵にはなってますね。これサムネ候補ですらありますよ。はい。とっても可愛らしいね、数少ないシーンでございました。はい。じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンはこちらです。まあ、考察がいのあるシーンですね。はい。まあ、パッと見、アニメを、例えば最初初見で見てたら、結構ね、何のこっちゃよくわからず物語がまあ進展していくんですけど、まあ、考察することで、まあ、奥深く知れると言いますか。なんでこのアイテムが貴重で、なんで、このアイテムが必要で、なんで、クレマンティーノがここにいるのかみたいなことがだんだん分かってくるわけですよ。ね。それを今からお話ししようと思います。まあ、一つ一つ整理してね、分かりやすく説明できたらいいなと思いますけど、まあ、素人なんでご容赦の部分は出てくると思いますけど、そこはね、ご容赦
ください。はい。ということで、説明していきましょう。ね。まず今画面に映ってます、英者の学館と呼ばれるものですね。英者の学館とは何なのかってことなんですけど、まあ、ちょっと前、ニー軍たちが出てきたとこで、スレイン報告って出てきたと思うんですけど、ね。まあ、ちょっとカジットが説明してましたけど、スレイン報告における、再秘宝の一つなんですよね。ね。これは要は秘宝なんです。秘密の宝と書いて秘宝。なんで秘密の宝なんですよ。ね。で、それを装備できるのは、スレイン報告における巫女姫。巫女姫って言ってましたよね、カジットが。巫女姫しかつけられないアイテムです。ね。で、このアイテムはユグドラッシュルでは作れません。なんで、この世界における、特定のアイテムということですね。で、カジットが言ってた通り、カジット様々なんですけど、カジットが言ってた通り、100万人に1人の女性しか、装着、適合者がいないということですね。なんで、ほとんどの人間は100万人に1人なんで使うことができないアイテムなんですよね。で、スレイン報告は巫女姫に装備させてますけど、なんでスレイン報告はそうやって100万人に1人の女性に装備させることができているかというと、もうね、まあ日本のシステムじゃないですけど、その国民一人一人に住民台帳があるんですよね。マイナンバーみたいな。ね。一人一人に、もう、なんていうんですか、管理されてるんですよ。スレイン報告の人間っていうのは。なんで、その中の管理されてる人物を特定して、英者の学館に合う人物を特定できているんですね。で、その選ばれた巫女姫と呼ばれる存在ですけども、まあ、巫女姫は6人いて、それぞれがね、英者の学館つけているんですけど、ね、その巫女姫に英者の学館を装備させることで、超高位魔法ですね、を吐き出せるアイテムとして変えてしまうんですね。まあ、なんで、結構ね、どぎついアイテムですよ。まあ、これもカジッと言ってましたけど、自我を封じるんですよ。なんで、つけられちゃった、もうその女性は、もう自我を封じられちゃうんですよ。なんで自分はもうないんですね、そこに。ただ単に、高位な魔法を唱えるだけの存在となってしまうんで、もう、アイテム、道具になっちゃうんですよね。ね。だから、かわいそうなアイテムというか、かわいそうなね、システムというかね、もうかわいそうとしかないんですけど、結構ね、オーバーロードの中ではそういうこと出てきます。ね。なんで結構残酷なシーンとかありますけど、まあ、でも、なんていうんですか、興味深いシステムっていうか、そのアイテムではありますよね。で、もう一度装備してしまうと、もう安全に取り外すことはできないんですよね。なんで、無理やり取ってしまうと、さっき言っていた通り、カジットが言っていた通り、発狂してしまうんですよ。まあ死にはしないですけど、もう自我を封じていたんで、もうそれをパッて取ってしまうと、はーってもう、わけのわからなくなってしまうんですよね。で、自我を保ったまま取り外すには、アイテムをこの英者の学館を破壊するしかないんですよね。そういうアイテムになってます。で、ちなみに情報ですけど、もう発狂してしまった巫女姫を、もう、楽にしてあげる。役目は漆黒聖典らしいです。ね。で、皮肉なことに、その元漆黒聖典のメンバーが、このクレマンティーヌさんですね。カジットが言ってた通りですね。まあ、ほとんどカジットが言ってはいるんですけど、肉付けするとそんなことになってますね。はい。いやー、で、なんで、スレイン報告の漆黒聖典から抜けて、逃げてきたのかは不明なんですよ。何をしようとして出てきたのかは不明ですね。それが分かってないんですよ。何の目的があって漆黒聖典を抜けて、英者の学館を英者の学館を盗んできた目的は分かるんですよ。なんで漆黒聖典を抜けたのかは分かんないです。ただ、
エージャの学館をじゃあなんで盗んできたのかっていう話なんですけど、なんでエージャの学館を盗んできて、このカジットの元に来たか、このズーラーノーンの皇帝の一人になったのかっていうところなんですけど、ね。これには理由があって、漆黒聖典を抜けて、まあ、半ば裏切りに近い行為をしてきたということで、風化聖典に追われてるんですよ。ね。まあ、いろんな聖典があるっていう話は過去の考察でしてますけど、ね。そこで、六色聖典が一つ、漆黒聖典を抜けてきて、風化聖典に追われる身だと。で、風化聖典に追われてしまうと、さすがのクレマンティーヌでも分が悪いと。まあ、最悪殺されてしまうでしょう。ね。で、追われてる身なんで、カジットと協力して派手に、派手な行動をして、そこに注目が移ってるうちに逃げたいということなんですね。なんで、カジットを利用して、エージャの学館を、持ってこりゃ、カジットは間違いなく協力するっていうことをもう確信があったんですね。で、このカジットに協力することで、その、どさくさに紛れて逃げようっていうのが、クレマンティーヌの目的なんですよ。それで、そのために必要なエージャの学館を盗んできたと。で、さっき出てきたフィーレアに装備せれば使えるっていう、まあ、なんていうんですか、もう、当たりがあったわけですよね。なんで、そこまで読んで持ってきたわけですね。カジットの元に。そういう背景があります。ね。まあ、この後いろいろあって、ね、アインズと戦うわけですけど、ね。だから本当にね、アインズさえいなければ、多分儀式も成功して、まあ儀式が成功してたかどうかわかんないですけど、まあクレマンティーヌは間違いなく逃げることはできてたんじゃないでしょうかね。まあ、アインズがいて、なお、ンフィーレはちょっと触られてしまうんでね。まあ間違いなくうまくはいってたんじゃないですか。クレマンティーヌの思惑はね。まあ、うまくいくどころかアインズがいるせいで、クレマンティーヌも、敗れてお亡くなりになってしまうわけですけども、ただね、ちょっと漆黒の剣がね、惨殺な目に遭うんでね、そこは、同情の余地なしかなっていう場面ではありますね。はい。まあ、その辺もね、考察できたらいいかなと思います。ね。そういう背景があるんですよ。面白いんですよ。で、カジットの背景についてはまた、次回かな話そうと思います。そこはね、また別で話していこうと思います。はい。ということで、今回のね、解説はここまでかなにしようと思いますけど、ね。はい。じゃあ、今回の考察は、ちょっと今回短かったかもしれないですけど、まあ、このシーンが見れただけでもいいでしょう。ね。はい。じゃあ、このシーンね、もう一回振り返って、今回はお別れしようと思います。はい。じゃあ、このシーンね、アインズにチョップされるナーベラル。まあ、アインズにチョップされるシーンはこれが最初で最後じゃないですか。ね、貴重なシーンを見ながらお別れしたいと思います。じゃあ、このシーンを見てお別れです。また次回、次、第6話ですね、考察してみたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。ということで、ぬこにでした。バイバイ。